はい、どうもフランスガイドの中村です。今私がいるのはルーブル美術館、そして後ろに見えているのかな、ミロのヴィーナスでございます。今回ね、ルーブルを代表する作品ミロのヴィーナスを紹介したいと思います。それでは皆さんお庭。それではルーブルの有名作品の一つミロのヴィーナス見ていきましょう。ミロのヴィーナス見に来ますよというとね、見たくないっていう人がたまにいるんですよね。それでも言うんですよ、見ろ。冗談は置いときまして、ミロのヴィーナスね、有名ですけども、ヴィーナスというのはギリシャ神話に出てくる愛と美の女神、ギリシャ名はアフロディーテでございます。ではミロって何ですか？結構ね、ご存知ない方が多いんですけど、作った人の名前ですかっていう方いらっしゃいますね。違いますよ。作った人は分かっていないんです。では地名ですか？その通り地名なんです。このヴィーナス像が見つかった場所の名前がついてるんですよ。というのはね、ヴィーナス像っていうのはいろんなところから出てくるわけだから、区別するためにあだ名をつけるんですね。ミロ島、ミロス島で見つかったヴィーナス像なのでミロのヴィーナスというわけです。日本でもあるでしょ、大仏とかね、奈良の大仏、鎌倉の大仏、あれと同じですよ。古代ギリシャの彫刻で紀元前2世紀から1世紀の作品です。ちょうどその時はヘレニズム文化といってね、よりダイナミックに、より官能的にという様式が流行っておりました。だから見てください、この立ち方。ただね、まっすぐ突っ立ってないんだよ。体をくねくねとくねらせている。止まってるにもかかわらず何か動き出しそうじゃないですか。ダイナミック。そしてね、上着が脱げて胸があらわになっております。とても官能的ですよね。ポイントはね、上着のひだなんです。とても細かくついてるでしょう。このひだを細かく優雅につけるということがギリシャ美術にとって非常に重要なポイントなんですね。今度はね、全体を見てください。顔が小さいでしょう。八頭身ですよ。古代人はね、スタイルが良かったんですねって思っちゃいけないよ。これはね、理想像なんです。表現されているのは女神、神様ですよ。人間よりも優れている。だから姿も理想的な姿をしているよねという前提があるわけですね。はい、ギリシャ彫刻は理想美が表現されているのだということなんです。ぜひご覧いただきたいのはね、後ろ姿なんですよ。正面からの映像はよく見るけど、後ろ姿あまり見ないでしょ。上着があそこまでずり落ちてるんだとしたら、後ろはどうなっているんだろうか。さあ皆さん想像しながら回りますよ。はい、やっぱりということでね、そりゃあそこまで落ちていたらそりゃ出ちゃうよねということで、ミロのヴィーナスなんと判決だったということなんですよ。縦の線がお尻の割れ目だとすると、その下服のひだがありまして、さらにその下にピーッと横に一本線が走ってるでしょう。実はあそこでスポッと抜けます。なんとミロのヴィーナス2ピースだったんですね。ほら、ここにね、部分作って組み立てるという彫刻が展示されているでしょう。これが古代ギリシャの基本的な彫刻の作り方だったんですね。その知識をもとにもう一度正面から見てみましょう。そうするとどうですか？先ほど見えなかったラインが見えるんじゃないでしょうか。いかがでしょう？腰あたりに切れ目が入っていますよね。はい、ではね、一体なぜこの彫刻がルーブルの傑作なんでしょうか。そこにはね、歴史的な事情があります。ルーブル美術館はフランス革命の4年後に開館するんですけども、その後に登場したのがナポレオンですよね。ナポレオンは戦争に行く時になんと学芸員を同行させております。目利きをさせて有名作品を片っ端から持ってきちゃうんです。そしてルーブルに展示しておりました。ラオコン、ベルベデールのアポロン、メディチのヴィーナス、これ信じられないけど全部ルーブルにあったんですよ。いやー、ただね、ナポレオンがワーテルローの戦いに敗れた後ね、失脚した後に返却しなければいけなくなりました。
展示室もね随分寂しくなっちゃったんですよ。そのタイミングでルーブルに入ってきたのがミロのヴィーナスなんですね。これはいい香りが来たねってことで古代ギリシャ彫刻の傑作だと売り出しました。館内中にねミロのヴィーナスはこっちだよっていう看板立てて、そのプロモーションは大成功したんですよ。現在でもルーブルを代表する作品の一つとなっておりますよね。そう作品自体でね傑作ということはありえないんです。傑作というものは必ず誰かによって作られているということなんですね。